皆さんは今にも爆発寸前の星ベテルギウスをご存知だろうか。その爆発に地球が飲まれた時、人類は果たしてはいどうも、アルゴメトリのケンちゃんとやみやみこですてかちょっとケンちゃん聞いてよ。私この前、友達に唐突にヤミコって、スター・ウォーズのダース・ベイダーに似てるわねって言われたの。だろうだというわけで今回は宇宙にまつわる話をご紹介していきます。地球滅亡の危機が噂されるベテルギウス大爆発、迫り来る寿命と爆発の恐ろしい因果関係とは。地球滅亡の危機。ベテルギウスとは冬を代表する星座のオリオン座にある一等星で、冬の大三角形の一つです。そんな天文に詳しくない人でも知っている有名な星の寿命が今尽きようとしているんです。ベテルギウスは太陽と同じで自ら燃えて輝く、いわゆる恒星という種類の星です。しかし太陽の寿命が約100億年あるのに比べて、ベテルギウスは1000万年ほどしかないと推測されているんです。なぜこれほど短命なのか。それはこの星が太陽の約20倍の質量があることが原因です。質量の大きな恒星ほど内側に落ち込む巨大な重力が発生しています。そして恒星自身が内側への力とのバランスを保つため、外側に膨らむ核融合反応を起こし激しく進行します。そのためベテルギウスは水素やヘリウムといった恒星が燃え続けるための燃料を早く消費し、燃え尽きるのも早くなっています。これが短命な理由であり、すでに 99% 以上の寿命を使い切っているのです。そんな晩年を迎えたベテルギウスが現在どのような状態にあるかというと、星の中心部で起こっていた熱核融合反応が暴走し、星が膨張を始めています。質量の大きいベテルギウスは現在ではなんと太陽の1400倍にも達する超巨大な星になっています。膨張を続けるベテルギウスの中心では熱核融合の連鎖が起こっています。先ほども説明したように、星は核融合によって外側に膨らむ力と星自身が持つ内側に落ち込む重力のバランスを保つことで形成されています。しかし核融合のための燃料が尽きてしまった場合、外側に膨らむ力がなくなり、重力崩壊が一気に進行し、内側に落ち込む現象が起こります。この時に凄まじい衝撃波が発生し、大爆発を引き起こします。これが超新星爆発という天体現象の原理であり、ベテルギウスもこの超新星爆発を起こすものと考えられています。これによって生じるエネルギーは極大時で太陽の明るさの1億倍以上にも達し、その影響は数十光年先まで及び、周りの星々も爆発に巻き込まれてしまいそうです。いやーもうね、ベテルギウスがなくなっちゃうってことは、オリオン座の右肩の部分がなくなっちゃうってことを意味してるんですよね、これ。じゃあもうシャンクス座にしましょうるせえアルビーだなではベテルギウスはいつ超新星爆発を起こすのか。残りの寿命が 1% を切っているベテルギウスですが、我々が地球から見ているベテルギウスはリアルタイムのベテルギウスではありません。どういうことかというと、ベテルギウスは地球から640光年離れた場所にあり、640年かけて我々の目に届いているんです。つまり今見えているのは640年前のベテルギウスということになります。そのためベテルギウスは専門家の予測によると、いつ爆発してもおかしくないと言われていますが、すでに爆発をしていて、まだその光が地球に届いていないという予測や、数ヶ月から数年以内、さらに数千年から数万年先といった様々な予測が立てられています。もしかしたら明日起こるかもしれないベテルギウスの超新星爆発が地球に及ぼす影響被害は一体どんなことが考えられるでしょうか。実は超新星爆発という現象はそれほど珍しくなく、比較的頻繁に起こっており、我々の銀河の中でも数十年に1回のペースで発生しています。その中でベテルギウスの超新星爆発は人類が初めて経験する近距離で起こる超新星爆発なのです。640光年のどこが近距離なのかと思うかもしれませんが、それは人類のスケールで考える距離感であって、広大な宇宙スケールでのこの距離はかなり近く、ご近所関係であると言っても過言ではないんです。640光年がご近所さんだとすると、私から宇宙人さんに肉じゃがのお裾分けしなきゃ。引っ越すもしこれまで人類が経験したことがない近距離で超新星爆発が起こった場合の地球への影響はいくつか予想されています。
まず一つはベテルギウスの超新星爆発の直後の約3ヶ月間はとても明るく、満月の100倍にも相当する明るさで輝くのではないかと推測されています。つまり地球から昼間でもベテルギウスの輝きを観測でき、あたかも太陽が2つ存在するかのような異様な光景を目にすることになるのです。やはり心配なのが爆発時の衝撃波の影響ですが、この衝撃波は数十光年先までと考えられているので、地球まで届くことはありません。しかし本当に心配しなければならないのはガンマ線バーストと言われるものです。超新星爆発が起こると、星の両極から極めて高エネルギーのガンマ線バーストが高速で放出され、そのレーザービームは数千光年もの距離にまで到達します。もしこれが太陽系を直撃すると、地球上の生命は絶滅するほどの威力があると考えられています。このように言うと、核ミサイルで攻撃される、もしくは巨大隕石が衝突する惨状をイメージしてしまいがちですが、ガンマ線バーストの直撃を受けても実のところ目に見える被害はあまりないと言います。しかし地球環境を保護しているオゾン層が破壊されてしまうことで、宇宙船や電磁波が直接地上へと届き、まず電気系統のインフラに深刻な影響を及ぼします。これによりコンピューターや電子機器をはじめサーバーやデータセンターなどが壊滅、もちろん携帯電話なども使えなくなります。人工衛星もほとんどが機能を停止し、まさに現代文明が崩壊してしまうでしょう。また大量のガンマ線にさらされることで人間の遺伝子が損傷し、がんや染色体異常が多発することになります。もちろん人間だけでなく他の生物も遺伝子レベルでの深刻な被害を受けます。そして一度破壊されたオゾン層が復元するには少なくとも数年は要するので、その間に急激に進む気候変動と環境の過酷化で生物の大量絶滅を迎えると考えられています。地球の歴史上、これまで何度か生物の大量絶滅が起こったと考えられており、その一つが4億5000万年前のオルドビス期末の大量絶滅です。三葉虫を中心に当時生息していた全ての生物の 85% が絶滅しています。この出来事も一説によればガンマ線バーストが引き起こしたものであると言われています。この説は2005年にアメリカカンザス大学と NASA の共同研究で指摘された説で、約6000光年先から発射されたガンマ線バーストが地球を直撃し、この時10秒間ほどの強烈なガンマ線が地球に照射されたということで、オゾン層の約半分が破壊され、地表が宇宙船や電磁波、太陽フレアにさらされることで生命の大半が死滅したといいます。現在のところ NASA のハッブル望遠鏡を使った観測では、ベテルギウスの自転軸が向いている方向は地球に対して20度ずれているため、地球へ直撃する心配はないとされています。しかし超新星爆発時のかなり大きな質量の変動と、それに伴う自転軸の変化が予測できないこと、またガンマ線放出指向性の理論的実験的な根拠がはっきりしないことから、直撃の可能性について確実にないとは言い切れません。いやー、まあとりあえずはすぐには地球滅亡の可能性ってのはないってことですかね、これね、はい、ここに来る前にちょっと通ってきたけど、ベテルギウスの横、ちょっとだけ沈めといてあげた。そのまま近くで爆発しろって行けば生きては戻れない。それは今なおインド政府が立ち入り禁止区域と定めている恐怖の島、北センチネル島。6万年もの間外部の人間を拒み続ける島の原住部族の実態とは。